皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1961年に東宝が公開した、ゴジラ、ラドンに続く大怪獣として、カラーで制作された作品に登場して、1964年のモスラ対ゴジラ、1966年12月公開の、ゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘に登場する、モスラの成虫を、南海の大決闘公開時に合わせて、1967年にマルサンが販売した、モスラのスタンダードソフビと、その当時の視点も交えて解説した動画です。モスラ、360度回転、モスラと正義のヒーローの関係、モスラ、羽ばたく毒鱗粉、モスラは、ゴジラから7年後に公開された怪獣映画なので、台本の準備稿には、ゴジラよりも巨大などと書かれ、同じ世界として描かれていましたが、作品的には NG になり、独立した作品になるのですけども、3年後に公開された、モスラ対ゴジラからは、設定的には、サイズダウンして、同じ世界どころか、同じ画面に登場することになり、正義的な怪獣として描かれ、小美人の2人を通して人間との意思疎通が可能な、異色な人気怪獣です。モスラは、インファント島出身の怪獣で、成虫は、体長250メートル、体重2万5000トンもの、巨大怪獣です。飛行速度は、マッハ3で、成虫のデザインモチーフは、山眉画家の、が、モデルと言われています。最も強力なモスラの攻撃は、羽についた毒鱗粉で、あまりに大量に使用すると飛行能力を失って、死んでしまいます。また、モスラの鳴き声は、アンギラスの声の回転数を変えて使用しています。モスラは、設定上も巨大ですが、撮影用のモスラも大きなものが作られています。モスラのデザインは、特殊美術の渡辺明さんで、カラーリングは、特撮の円谷英二監督がカラフルにすることを希望したことで、怪獣としては、カラフルな羽や目などを持つ容姿になっています。造形は、都市光定造、村瀬慶三、八木寛治、八木安栄さんらが担当しています。成虫のモスラは、大中小の3つのサイズが作られ、大サイズは、翼だけが2メートルを超えていて、本物のガの羽を参照に、村瀬さんが塗装しています。巨大な羽ばたきを表現するために、羽が10億里にしなるように、塔の芯に、天竺布を貼って表現に成功していて、ラドンとは、違った羽の表現で、後にキングギドラに、この DNA が受け継がれています。幼虫はさらに高さ約2メートル、長さが約10メートルもあるものが作られ、総勢8人が中に入って動かすという、超巨大怪獣スーツが製作されました。8人は、白い長靴を履いて歩くことで、巨大モスラの幼虫を動かしていました。そのために、横にスーツアクター用の呼吸穴が作られています。もちろん、東京タワーのミニチュアなどに合わせた小型サイズも作られていますが、小型でも2メートルを超えるサイズなどが使用されています。モスラでは、ゴジラ、ラドンを超える、東宝特撮映画史上最大規模のミニチュアセットが組まれたと言われます。ダムから進行する、青梅街道、道玄坂、渋谷は、実物を元に寸分違わない20分の1スケールで再現され、当時の東京オリンピック前の工事が多く、その工事途中の様子もそのまま再現されて、美術助手の井上康之は、早朝の渋谷で敷石の1枚まで正確に寸法を測り、写真の撮影、スライド投影して、スタジオで再現に努めました。東急文化会館なども作られましたが、画面に映っていないなど、どこからでも撮影できるミニチュアセットが組まれました。突然現れる第3ダムは、通称奥多摩ダムで、正式には小河内ダムと言われる実際のダムをモデルに作られ、モスラの幼虫が覗くダムと、決壊する破壊用のダム、2つが作られています。決壊するダムは、ドラム缶で72杯分もの水が使用される、かなり大掛かりなミニチュアセットが使われています。ちなみに、ガラモンは、それほどの予算や規模が難しいので、ダムの水が遠石で干上がってしまった設定にしています。原作の発光妖精とモスラでは、東京タワーではなく国会議事堂でしたが、映画では、東京タワーに変更し、外注してブリキで作られましたが、印象的なシーンなので、どのように使うかは告げられず、タワーが折れるギミックは、東宝で仕込まれて、下の建物は石膏で作られ、電子力を仕込んで精巧に作られていました。また、小美人を小さく見せるための大きなセットも製作されていて、ニューカーク市の空港の場面は、
本編は米軍の立川基地で撮影し、モスラの特撮シーンと合成して作られています。モスラはアメリカのコロンビア映画との契約がありましたが、撮影日程や予算から、小美人を連れて九州、高千穂の峰に逃げていたネルソン一行が、モスラの追撃で死んでしまう、九州で終わるラストを撮影してしまいます。今なら、すぐにスマホで確認したり、交渉できるのですが、当時は返事をもらうにも時間がかかってしまい、コロンビア映画は、準備港の成虫モスラが、ロリシカ本国を襲撃する元のシーンに戻すように主張して、ニューヨークとサンフランシスコをモデルにした、架空のニューカーク市のミニチュアシティを制作することになり、完成品のシーンになっています。そのため、完成版のラストは、本田監督も、円谷英二特技監督も、時間と予算から、あまり納得のいくシーンになっていないとの感想を述べています。逆を言うと、超巨大モスラの幼虫が破壊する渋谷のシーンがすごすぎるのかもしれません。モスラのソフビは、1961年公開の6年後、1967年に、ゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘に合わせて販売されました。エビラや、怪獣ブースカ、などと発売されましたが、成虫のモスラを、すべてソフビで作っているのが、今でも、逆に新鮮な怪獣ソフビで、サイズも、ゴジラほか、スタンダードに統一して出しているのも、ゴメスや、カネゴンなども、同じサイズにしてしまうのは、子供的には、遊びやすく、特に気にもしてなかった、当時の、おもちゃの、普通だったのかと思います。小美人が歌う、モスラの歌は、特撮ファンでも、架空の歌詞だと思っている方がいますけども、インドネシア語で、母の神秘力を歌っていて、内容の意味がちゃんとある歌です。その歌詞の内容からも、モスラのネーミングの意味が、英語の、マザーと、ガを、意味するマースと合わせて、モスラ、としたそうです。ご存知の通り、モスラの歌は、当時大人気の、ザ・ピーナッツが歌っていましたが、レコードが出たのは、伊福部昭さんが、1970年代後半に、アメリカやヨーロッパなどの海外でも評価された、1978年に、シングルとして販売されましたが、ザ・ピーナッツは、その3年前の1975年に引退していました。モスラ、公開から10年後、東映生田スタジオから、誰もが知るヒーローが誕生し、大ブームを巻き起こします。その仮面ライダー1号を、制作したのが、モスラの生みの親でもある、村瀬慶三さんでした。モスラの目は、たくさんのビー玉で、くぼみをつけた型に、樹脂を流し込んで、複眼を再現して、内部にアルミホイルをシワシワにして入れて、電飾が乱反射するようにして、モスラの目を作り、10年後には、バッタの目は、本来はツルツルに見えるのですけども、昆虫ではあるので、モスラの目の造形技術を活かして、造形していますので、モスラがいなければ、日本の代表するヒーローのマスクは、少なくとも変わった顔になっていたかもしれませんし、サイクロン号も、村瀬慶三さんなので、オートバイも、違うマシンにまたがっていたと思われます。モスラが、現れた奥多摩ダムは、仮面ライダー第1話でもロケ地として使用され、村瀬慶三さんは、後に、モスラが青梅から渋谷に行く間に通る、横田基地のそばに工房を構え、造形の仕事をこなしていました。モスラは、破壊や格闘をメインに誕生してない怪獣なので、角の焼き場などもなく、光線なども出しません。幼虫は糸を吐くことで、ゴジラと戦っていますが、成虫は、羽からの鱗粉が、唯一の武器と設定されています。ソフビで、子供がゴジラなどと遊ぶときには、体当たりしかなかった感じでしたので、ソフビで、毒鱗粉を再現してみましたので、ご覧ください。モスラのソフビは、丸3では、ゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘で販売しますが、次の、怪獣等の決戦、ゴジラの息子には、モスラが出ずに、丸3が倒産したことで、それほど多く時期的にも販売されていません。型を、引き継いだ、ブルマークは、1969年の4月に設立され、徐々に、過去の人気怪獣を販売したので、モスラの販売は遅く、カタログ的には東方怪獣の販売の最後に、ラインナップされていますが、帰ってきたウルトラマンの途中で、カタログから消えていますので、他の、自立型の東方怪獣よりも、販売時期は短く、その後の人気に反してゴジラや、
キングギドラなどよりも数は少ないと思われます。また、幼虫は、丸3はなく、ブルマークもミニサイズをセット売りに入れたのみで、単品やスタンダードでは、幼虫は売れるとは思っていなかったようで、80年代の山勝以降に、幼虫も販売されるようになります。その後の、モスラの成虫のソフビは、羽などが別の素材で作られ、丸3のように、全体をソフビで造形したモスラは、怪獣ソフビの初期時代を反映した、温かみのある、少し変わった異色の怪獣ソフビです。そんな、丸3、ブルマークの、成虫モスラのスタンダードソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。